日本の福岡県北九州市。日本の有人離島には猫が多くいます。餌がなくても人に懐く猫も多くいます。例えば観光都市小倉から行ける愛の島と馬島、440島以上訪ねた僕アイラだからこそ言えます。神社へのこの長い階段を一緒に登り、神社で一緒に過ごした猫は愛の島だけでした。ここはあなたのお家ですか？小倉の最寄りである国際空港は福岡空港。そこから小倉港へ新幹線利用で約50分です。小倉は飲食店が多い観光地です。パンやラーメン、ご飯を扱うお店が多く、もはや炭水化物タウンです。しかも全体的にリーズナブルです。トマトはいだね。いちごとトマトで500円。外国人観光客も多い都市です。この地域に多いラーメンは豚骨スープです。ムスリムの人にも他の選択肢が多い地域です。福岡県で唯一天守閣を持つのがこの城です。小倉城は日本で唯一夜も入場できるそうです。島以外でも楽しみの多い小倉。付近には映画館やショッピングモールもあります。日本の歴史ある家も無料で見学可能。僕は島旅のために小倉で4泊しました。新幹線、バス、レンタカーなど交通の便が非常に良いです。ぜひ島と小倉をお楽しみください。まず愛の島へ行きます。乗船券を購入し船員さんに渡します。大人は片道600円です。日本ではこのように船員さんが丁寧に扱います。けれど台湾では違った。落下音響いていますけど、中身は大丈夫ですか？台湾ではこのように船員さんが丁寧に扱います。あの人は腕の動きが派手ですね。体感気温5度以下の3月。一方で台湾の有人離島では台風レベルが日常でした。僕は台湾一人旅の27日間で29島に行きました。台湾の島環境は日本よりはるかに過酷だと感じました。台湾は風と海に守られた天然要塞です。台湾の有人離島は
僕が今まで行った440島の中で上位レベルです。台湾の島民たちは日本のそれらより戦闘力が高い印象でした。後日台湾の島動画をアップします。ご参照ください。そういえば台湾の二次離島の島民は 90% 以上がノーヘルでした。日本のスクーターよりも排気量が多いので、怪我をした時が心配になります。ところでここは小学校です。生徒が1人になったため2023年から休校。同じ航路の馬島には学校がありません。日本と韓国には離島留学制度があります。韓国にはシェルターがあり3週間生活可能だそうです。日本には2025年4月時点で一つもありません。九州の離島では防空壕を再活用が現実的かもしれない。アメリカ軍に対し鹿児島でも天然の防空壕を使っていました。この猫に僕は何の餌もあげていません。この猫はこの後神社へも一緒についてきました。この猫のテリトリーは学校から神社までのようです。猫と一緒に参拝したい人はこの島にお越しください。ゴールデンウィークなど日本の連休時期は船が満員になったことがあるそうです。僕は混雑が苦手なのでオフシーズンの動画がほとんどです。愛の島の千住式へ向かいます。この猫はさっきの猫とは別です。学校から愛の島千住式まで徒歩約20分。この日、そこで見かけた観光客は全員外国語を話していました。日本人観光客たちはどこへ行ったのだろう。この島には道に標識が多く、僕たちに親切です。漂流ゴミをここに集めていると思われます。この島は姫島です。無人島だそうです。干潮時は歩いて渡れます。見どころの場所へ移動中。干潮の30分後はこのような風景です。この日は11時半頃でした。強風で昨日は欠航でした。
の猫は行動範囲が狭かったです。この後、初めてこの島の人と会話できました。人を探しているとのことでした。四輪車両が通れない道がレトロで良いです。離島や山の集落での楽しみですね。この後、馬島へ船で移動します。井戸は農業用に今も使用されている。昨日山口県行ってたら船出なくて、あんまり私そう島いろいろ行ってるんですもう10メーターになったらね、風が10メーターとか、あ、風10メーターか。4メーターになったらちょっと考えるけど、3メーターまでは出るみたい。あ、そうなんですね。出港10分前はまだゲートが閉じていました。早めに乗船しての避暑暴風対策はできなかった。小倉港以外の乗船は船内で切符を購入します。一人席がある船は少ないです。次の動画は馬島です。この島の猫は200メートル以上人についてきて1時間以上一緒に海を眺めていました。砂浜で海を眺める猫の写真を撮りたい人は行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。